だけほだじゃはお、ウォストリドゥファファラスです。ほぼ10分でわかる日本語文法。今日は前回勉強した何々なしでと何々抜きで、この2つの文法を比べて勉強していきましょう。はい。では前回の動画の復習からします。まず1つ目、何々なしで。これはどんなポイントがありましたか？はい、ポイントは普通必要なものがない状態ですと言いたいときに使います。なので普通はこの前の名詞が必要です。本当は必要です。のものがないですよと言いたいときに使いますね。はい、でもう一つ、何々なしで何々ないと何々なしに何々ない。ちょっとこの文法と組み合わせて使った文法が N1 レベルでありますから、もし N1 を勉強している人はこれとセットでちょっと勉強してみてください。はい、では次、何々抜きでですね。この A 抜きでにしましょう。これのポイントは何でしたか？はい、ポイントはこの前の名詞がもともと含まれているものを取る時に使う文法です。なのでこの前の名詞がいつもその中にあるもの、いつもその中に含まれているものとか、いつもいる人ですね。その中にいつもいる人を、そのものとか人を取ります。除きます。取り除きます。と言いたい時に使う文法です。例えば、トマトはハンバーガーに含まれていますよね。このハンバーガーの中にあるものを、この中にあるものを取ります。と言いたい時に使う文法です。はい、OK ですか？では、例文見ていきましょう。アイスコーヒーを一つくださいの意味ね。アイスコーヒー一つください。氷なしで、氷抜きで。はい、じゃあ皆さん、これはどちらが正しいと思いますか？はい、どうでしょう。これよく注文するときに使いますね。はい、これ実はどちらも OK の意味ですよ。はい、これどんな意味ですか？これはアイスコーヒーの中に入っているこの氷ね、をなしにしてくださいと同じ意味ですね。ですから普通はアイスコーヒーだから、普通はコーヒーの中に氷が入っていますよね。それを取ってください。こっちも同じです。普通はこのコーヒーの中に含まれている氷、これを取ってくださいと同じ意味ですから、これはどちらも OK です。よく使う表現ですね。はい。ではもう一つ例文見てみましょう。このレストランは予約なしでも入れます。予約抜きでも入れます。はい。じゃあこれはどうでしょう？どちらが正しいと思いますか？はい。正解は上は OK ですが、下の例文は使えません。はい。じゃあどうしてこのレストランは予約抜きでも入れます？どうしてダメだと思いますか？はい。これは、はい、この抜きでのポイントを皆さん思い出してください。抜きでを使うときは、この中に含まれているもの、いつもあるものを取ります。と同じ意味で使うときでしたね。じゃあ予約は、これはレストランの中に含まれているものではないですよね。はい。ですから、レストランの中にある何かものを取ります。の意味ではないですから、抜きでは実は使いません。はい。上は、このレストランは普通は予約は必要です。でも、その普通は必要な予約がなくても入れますよ、大丈夫ですよ、と同じ意味ですから、OK になります。はい。なので、とても似ている文法なんですが、たまにちょっと使えない時がありますから、ちょっと気をつけて覚えてください。はい。では、OK ですか？まとめていきましょう。はい。ではこの何々なしで、何々抜きで、どちらも N2 レベルの文法です。で、使いやすさ星2つにしてるんですが、例えばちょっと苦手な食べ物が多い人とかは注文の時によく使う文法です。はい。で、接続は簡単。どちらも名詞プラス何々なしで、何々抜きでを使います。で、この抜きでの時は、名詞と名詞に挟まれているときは、何々抜きのと形が変わりますから気をつけてください。
はい。で、使用場面ですが、何々なしで、これは日常生活とかビジネス、商談ですね。何か売りますの時とか、注文する時によく使います。何々抜きで、これは日常生活とか注文する時によく使う文法です。はい。ですから、対象は友達とか家族、お客様とか店員さんがよく使う。店員さんと、レストランの店員さんとお客さんとかですね。あと、こちらの抜きで、これは友達、家族、お客さん、店員さん。これもまあ同じですね。どちらも同じように使います。はい。では、ポイント見ていきましょう。何々なしで。これは普通は必要なものがない状態ですよと言いたいときに使います。何々抜きで。これはもともと含まれているもの。この中にいつもあるもの、いつもいる人を取り除きます。と言いたいです。の時に使う文法です。はい、どちらもよく似ていますが、使える時、いつも言い換えチェンジができる時とできない時がありますから、皆さん気をつけて覚えてください。はい、ここまでわかりましたか？では今日の勉強はここまでで終わりにしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。